前かがみのポーズの描き方は分かったかなと思うんですけど、私がよく描くイラストのポーズが3つありまして、それを描き方をさらっと紹介しようかなと思います。まず1つ目、女の子座り。女の子座りはね、難しくて床に座ってる感がね、めちゃくちゃ難しいかなって思うんですけど、これがね、あんまり感覚がつかめてない人だと、キララジャンプしてるみたいな感じになっちゃうんですね。わかりますか？はわわ転んじゃったよみたいな女の子のイラストなのに元気に床の上でジャンプしてるみたいなイラストになっちゃうのが私はあるあるだなって思ってます。で、私の女の子座りを描くときに考えてることなんだろう？まずちょろっと描きますね、ラフを。まず、足を描かない骨組み。これはね、いろんなポーズに利用しようと思うので、増やします。この後の説明にも使っていこうかなと思います。最初はね、女の子座り。まず、膝がこっちに正面に向くじゃないですか。で、パースとかを考えるのはちょっとよくわかんないのでとりあえず接地面こんな感じだよって頭の中で想像しますね。で、ここら辺に膝がきますね。まず接地面を考えて、でそこと平行になるように膝の場所を置いてあげるって感じかな。そんな感じです。で、意外とそのお股のこの部分って消えるんですね。正面に膝があるときって。だからお股が見せたいかもしれないけど、かわいそうだけど消しましょう。隠れることになることが多いです。で、難しいですね、ふくらはぎ。ふくらはぎってね、骨があって、ここがお肉なんですね。ここのタプッとしたところがお肉でね。で、このすねの部分が骨で、このタプッとしたところが太ももに当たるから、ここでふにっとしたラインが出るんですね。わかります？ここが結構女の子座りの重要なポイントかなと思います。ふくらはぎのお肉のふにっと感を太ももとふくらはぎの接地面にしっかり描いてあげることが大事です。ね、こっちの奥側の足ってどうなってるんだって思うじゃないですか。意外と見えない。これもほぼ見えないくらいかな。このスケルトンで描いてみるとこんな感じですかね。ふくらはぎがあって、かかとがあって、でちょっとつま先が見えるくらいのバランスで奥の足は見えるかなと思います。で、かかとなんですけど、ほぼお尻にくっつくかくっつかないかくらい。その人の足の長さにもよるんですけど、私はお尻とかかとくっつきますね。これはキャラの体型によって書き分けできるところなのかな。いや、みんなくっつくのかな？わかんないですけど。くっつけて書いたら無難だと思います。で、足ね。足は、上から見た感じと側面から見た感じの合体みたいな部分から見えますよね。こっちが小指です。で、こっちが親指ですよ。親。これね、書くのが難しすぎて、こっちが親指になっちゃったりとか、たまにあった。私はありました。なぜならそこまで気が回ってないから。
でも今こっちが上の方にある指が小指で、下にある指が親指と私が言ったので間違えないでしょう。ね。よくわからなかったらみんな女の子座りしてみてくださいね。足の指がその通りになるはずです。ならなかったらあなたは関節が柔らかいんですね。で、まあ腕はダブルピースさせてもいいし、女の子座りならお股に手を当ててはわわみたいなポーズが一番可愛いかなって感じですね。ちょっとわかりましたか？女の子座りがあなたも描けるでしょう。じゃあね、次のポーズは足を組んでるポーズですね。なんとね、この上半身の素体でね、いろんなポーズができちゃうんですよ。みんなもね、こういう感じの素体を作っていろんなポーズをさせてみたら楽しいと思います。足を組んでるポーズってなると、もう椅子ですよね。椅子に座っていることになりますよ。なんか適当に椅子を書いてあげて、やばいですね。まあわかりますよね。椅子がメインじゃないのでいいですよね。どうでもいいですよね。まあこんな感じで座れるのか座れないのかみたいな椅子があると仮定して足を組んだポーズをね、書いていきたいと思います。なんで椅子を書いたかっていうと、太もものね、むっちり感が書きやすいからです。椅子書かないで解説しても、ある方が親切ですよね。奥の足を下ろしてて、手前の足を乗せてるポーズを書きますね。まず普通に下ろしてる足を書きます。で、ちょっと内側に寄せてあげると、後で足を乗せやすいかなと思います。で、次、足を乗せます。こんな感じのね、足組みのポーズを書いてみたんですけど、こんな感じでいつも書いてます。膝もちょい短いですね。足組みのポーズは、乗せる方の足が内側に向いてて、乗せられる方の足も内側に向いてるっていうのを意識すると、いい感じに組ませられるかなと思います。まあ、それより写真とか見て、こうなってるのかって見ながら描いた方が確実かなって思います。最後に、私のよく描くポーズの描き方は、エロ尊胸ですね。膝が前に出てて、かかとでお尻を支えてるって結構難しいかなって思うポーズだと思うんですけど、慣れるといい感じに描けます。まず、女の子座りで言った時と一緒で、膝が前にあるんですね。膝が前に出るっていうのを意識して描くといいです。で、意外と正面から見た時って股関節と同じくらいの高さに膝が来るかなって思います。で、膝は重心を支えるためにお尻とお股のちょうど下ぐらいにかかとがあってつま先で体重を支えてるって感じに。で、これでもう見えますよね。エロ尊胸がつなげていきます。太ももが膝とつながりました。で、膝がこういう感じでね、お皿の形を描いてあげて、で、ふくらはぎも女の子座りの時と同じように、ふくらはぎのお肉のプニット感を描いてあげる。描けました。エロ尊胸の時はお股がちゃんと見えるので、女の子座りの時は隠れちゃうけど、エロ尊胸の時はお股がちゃんと見えるって感じですね。ダブルピースとかをしていると、より一層に描けるというわけですよ。はい。エロ尊胸の描き方、わかりましたか？わー。うわー。最後にね、お尻の描き方が知りたいって言われてたので、ちょろっと説明します。お尻は、この、何でしたっけ？天使のエクボみたいなのを、お尻の割れ目の上に描いてあげると、お
尻感が出ていいかなって思います。この、こう見たお尻の、こっち側のお尻をね、こういう風に線を入れてあげると、めちゃくちゃ良くないですか？ニーソを履かしてあげると、わかりやすいと思います。特に、ここの筋肉がこうなってるからこうとか私は言えないんですけど、お尻を描くときに、その奥の方のお尻の、こっちはこう、こうしてあげると、こうより、なんか、エッチじゃないですか。ね。これは私のこだわりです。好きに描いたらいいと思います。終わり。体のバランス？ざっくりしたバランスについての解説は、体の描き方解説の動画でやってるので、それを見てもらってから、こっちの動画を見てより理解が深まるかなと思います。私の描き方に対しての理解が深まると思います。私は骨格とか解剖学とかをしっかり勉強したわけではないので、そういうのが知りたい人は、他の方が出してる動画を見て、こうちげえじゃんってツッコミを入れるのもいいと思うし、マロタちゃんの絵の描き方は僕にとって一番エッチだと思うから、これを参考にして絵を描きたいって思ってくれたなら参考にしてくれたら嬉しいし、って感じですね。突っ込まれるとわからないことは言えないので、わかることだけ言います。はい。じゃあ今回の動画も最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくね。最近スーパーサンクスっていう機能が追加されたから、気になった人は使ってくれたら嬉しいです。へへ。じゃあねー。バイバーイ。